この夏涼しく着こなせるノースリーブワンピースをお家で作ってみませんか？マフォンのニット生地は縫いやすいので、お家にある家庭用ミシンで簡単に縫うことができます。ロックミシンがなくてもニット生地用の糸と針があれば大丈夫です。すっきりとしたラインが素敵なロング丈のワンピース。フレア部分が風になびき、涼しさを演出します。ポケットもつくのでとっても便利です。型紙はマフォンのホームページで販売しています。縫い代付きでサイズは M、L、LL、3L の4サイズ展開です。すでにロックミシンを使った同じワンピースの作り方動画はご紹介していますが、今回は家庭用ミシンのみで作る作り方をご紹介します。ニット生地はロックミシンがないと縫えないと思っている方にこそぜひ見ていただきたいです。ハンドメイドなら丈の長さも思いのまま。お好きな柄の生地で自分にぴったりのお気に入りのワンピースをお家で作ってみましょう。Let's start sewing. 用意するもの。用意するものはマフォンのリバーシブルジャガードニット生地 M、L サイズは 1.5 メートル、LL、3L サイズは2メートルご用意ください。型紙、伸び止めテープ、家庭用ミシン、ニット生地用ミシン糸、ニット生地用ミシン針、裁ちばさみ、糸切りばさみ、ソーイングクリップ、アイロンです。型紙は5枚です。マフォンのホームページからご購入いただけます。概要欄にリンクがあります。マフォンのニット生地は縫いやすいので、お家にあるミシンで簡単に縫うことができます。押さえ調節機能があるミシンの場合、押さえをできるだけ軽くすると縫いやすくなります。ミシン糸は必ずレジロンなどニット生地用をご用意ください。不白生地用のミシン糸ではニット生地の伸縮に対応せず、糸切れの原因になってしまいます。ご注意ください。ミシン針もニット生地用がおすすめです。針先が丸く、生地を傷めない作りになっています。裁断します。型紙は全部で5枚です。前身ごろ、後ろ身ごろ、ポケット袋布、袖ぐり布、襟になります。このうちポケット袋布は4枚、袖ぐり布は2枚裁断します。型紙はロックミシンを使った作り方用になっているため、裾が2つ折り用の縫い代になっています。今回は家庭用ミシンだけで作るので、裾を三つ折り仕上げにします。そのため裾の長さを1センチ足して裁断してください。必要な生地の長さは M、L サイズは 1.5 メートル、LL、3L サイズは2メートルです。型紙を置くときは生地の縦横に気をつけましょう。ニット生地は縦横で伸縮率が大きく異なります。縦は伸びにくく、横は伸びやすいです。型紙を置くときは生地の伸びにくい縦の方と型紙に書いてある矢印が平行になるようにします。生地の耳を目安にしても大丈夫です。伸びにくい縦の方は生地の耳とも平行になるので、生地の耳に平行になるように型紙を置いても正しく型紙を置くことができます。生地の縦横方向を間違えると、せっかく作ったお洋服が着られなくなってしまいますのでご注意ください。生地の縦横方向が確認できたら裁断していきましょう。マフォンのリバーシブルジャガードニット生地は生地幅たっぷり150センチあります。今回作るノースリーブワンピースは裾のフレアが大きく広がるデザインのため、生地の裁断時には型紙の配置にご注意ください。ML サイズは長さ 1.5 メートルの生地にこのように配置できます。LL、3L サイズは2メートルの生地にこのように配置します。LL、3L サイズでも柄に上下の向きがない生地の場合は 1.5 メートルでも配置できます。また M サイズのみ本体を並べて配置でき、 1.5 メートルの長さで柄合わせも可能です。いずれの場合でも生地を端から端まで使うため、裁断前には必ず全てのパーツが置けるか確認してから裁断してください。
今回使うのはアッシュアイボリー配色のフォレスト柄です。大きめの柄なのでワンピースに仕立てると柄が映えておすすめです。上下の向きがある柄なので型紙を置くときにはご注意ください。型紙に重しを乗せ裁断していきます。重しに使っているのはテトラウェイトです。マフォンのホームページ内ブログで作り方をご紹介しています。概要欄にリンクがあります。襟、袖ぐり布のポケット袋布も裁断します。すべてのパーツが裁断できました。裁断時には型紙にある合い印も忘れずに入れます。合い印は生地端に入れる 2,3 ミリの切り込みのことです。縫う時に生地を合わせる目安になります。忘れず入れるようにしましょう。伸び止めテープを貼ります。前身頃の裏側、両肩とポケット口の部分に伸び止めテープを貼ります。伸び止めテープもニット生地用がおすすめです。ニット生地の風合いを生かした柔らかい仕上がりになります。今回は幅 12mm のものを使用しました。両肩とポケット口に接着します。ポケット口は合い印からそれぞれ3センチ離れた位置までテープを貼ってください。ポケットを作ります。前身頃の上にポケットを中表になるように置き、合い印を合わせてクリップで留めます。合い印から合い印までを縫い代1センチで縫います。縫えたら合い印の位置に1センチの切り込みを入れます。もともと入っている 2,3 ミリの切り込みを1センチにするイメージです。縫い代を割ってポケットを裏側に倒してアイロンをかけます。切り込みの部分は直角が出るようにしてください。ポケット口にステッチを入れます。生地端から 0.6 センチ離れた場所を縫います。もう1枚のポケットを中表に重ね、周囲をクリップで留めます。クリップで留めたところを縫い代1センチで縫います。ポケットが縫えました。肩を縫います。前身頃と後ろ身頃を中表に合わせ、肩をクリップで留め、縫い代1センチで縫います。縫い代はアイロンで割ります。襟をつけます。襟を用意します。中表に半分に折り、端をクリップで留めます。赤線部分を縫い代1センチで縫います。縫い代はアイロンで割ります。出来上がりの形に整え、合い印をクリップで留めます。身ごろを用意し、襟を内側に入れるようにして、前中心、左肩、右肩、後ろ中心を合わせるようにして身ごろの内側にセットします。クリップとクリップの間も留めていきます。襟は身ごろより
短い作りになっているので、襟を少し伸ばしながら留めていきます。一周ぐるりと縫います。縫い代は1センチです。襟を軽く伸ばし、身ごろに襟の長さを合わせながら縫っていきます。最後は縫い始めの縫い目に重なるようにして縫い、返し縫いして終わります。縫い代に1周ジグザグミシンをかけます。マフォンのニット生地はほどけにくいので、生地端は切りっぱなしでも大丈夫ですが、襟と袖ぐり部分の縫い代は3枚の生地が重なるので生地が浮きやすいです。ジグザグミシンを1周かけることで生地が落ち着き、着心地が良くなります。最後は直線縫いに変えて返し縫いして終わります。アイロンで形を整えます。お好みで首周りにステッチを入れます。身ごろの際から 4mm のところを直線ミシンで1周縫います。袖をつけます。袖ぐり布を用意し、アイロンで外表に半分に折ります。開いた状態の身ごろに袖を合わせ、クリップで留めます。赤線部分を縫い代1センチで縫います。襟部分と同様に縫い代を落ち着かせるためジグザグミシンをかけます。反対側も同じように縫います。縫えたら縫い代はアイロンで身ごろ側に倒します。脇を縫います。身ごろを中表に重ね、脇を縫い代1センチで縫います。脇を縫うとき気をつけるのはポケット部分です。ポケット口まで縫い込んで閉じてしまわないよう注意して縫ってください。返し縫いして縫い始め、縫い代1センチで縫っていきます。ポケット部分まで来たら内側のポケットの位置を確認し、指先で生地の厚みを確認しながらポケット口を縫い込まないようゆっくりと縫い進みます。裾まで一直線で縫います。最後は返し縫いして終わります。脇が縫えました。マフォンのニット生地はほつれにくいので生地端はそのままで大丈夫ですが、気になられる方はジグザグミシンで処理してください。縫い代はアイロンで割ります。裾を縫います。裾は1センチ 2.5 センチの三つ折りで仕上げます。アイロンで折り目をつけて、生地端から2センチのところをぐるりと1周縫います。最後は最初の縫い目に重なるように返し縫いして縫い終わります。家庭用ミシンだけで作るノースリープワンピース完成です。ロング丈ですが動きやすく綺麗なシルエットのワンピース。お家で自分にぴったりのお洋服を作れると本当に楽しいです。洗濯機で洗うときは必ず洗濯用ネットに入れて洗ってください。服を裏返してネットに入れるとなお良いです。干すときは生地の縦方向、伸びにくい方に伸ばすようにして形を整えて干してください。お気に入りの柄で
世界に一つのワンピースをぜひこの夏作ってみてください。作った作品を SNS に上げる際はマフォンレシピ作りましたのタグをつけていただけると嬉しいです。Happy sewing with Mafon